先月、インド・デリーの観光名所インド門。そこに人だかりができていました。中心にいるのは日本人のビジネスマン。Japan technology. Yeah. For all time, the very good country, Japan. How much this? Haven't decided yet. 大阪のスポーツ用品メーカーミズノの現地法人社長です。ミズノは今年2月、インド初の事業所を設立。製品の第一弾として国民的スポーツのクリケットのバットと靴の試作を進めています。テレビ大阪の取材で初公開の予定でしたが、みるみるうちに人が集まり、まるで製品体験会。初めて一般の人に多分お披露目みたいな感じだと思うんですけど、ここまで道端でアテンションをもらえるっていうのはすごく自分自身も驚きでしたし、インド来てみてやっぱり早く出ていくっていうことにやっぱり意味があるっていうふうには思ってます。この熱気と購買意欲こそ今日本企業が引きつけられるインドの魅力です。偶然にも同じ日、デリーのショッピングモールにインド進出を目指すビジネスマンの姿がありました。やってきたのは現地の靴メーカーの直営店です。We have something like this. What's the price range? 3 Oh. Things are not cheap. Especially in these outlets, you will not see. 大阪の中小靴メーカーリゲッタの海外担当日吉副社長です。現地でリゲッタブランドの靴を作って売る地産地消を目指しています。14億5000万の人口を誇るインド。こうしたショッピングモールに足を運ぶ豊かな人たちも増えています。ただ靴の品質を見るとまだまだ日本製の方が高く、自社の製品なら勝てると日吉さんは考えています。大阪中崎町にリゲッタの店があります。特徴は曲線的な靴底のデザイン。下駄のように足が前に出る力をサポートするそうです。機能的なデザインは訪日外国人にも。Everything is made in Japan. Made in Japan. そして特に増えているのが、そう、インド人です。Anything else? Shape is nice. There's an arc here, so it's kind of helping because I have an arc foot. インド人もびっくりの日本品質。生み出しているのは町工場の職人たちです。町工場が集まるものづくりの町、大阪生野区。おはようございます。どうもです。リゲッタの独特なものづくりを日吉さんが案内してくれました。裁断の秀山さんでございます。ここはもう裁断だったら裁断ばっかりで、次行くとかミシン、ミシンばっかりやったりとか、全て分業制で一つのものがこう完成されていくっていうような感じですね。ここでは生地の裁断だけを行い、次の町工場でミシン縫いの工程、最後に別の町工場で組み立て。
地域の職人の力を合わせて一足の靴を作り上げています。そしてこちらがリゲッタの本社。靴のデザインや生産管理などを一貫して担います。今ちょうど社長なんか削ってます社長が。はい。実は社長自身が靴の職人です。リゲッタの前身は父親が立ち上げたサンダルの下請け工場。デザインの修行を積んだ今の社長が靴メーカーになることを提案しました。自社工場はなかったものの、リゲッタがデザインし地元の町工場が作るというファブレスのメーカーになったのです。イクノックで靴作っててよかったなって思うのは、ふんわり優しい仕上がりになる。これは手の癖とか町の靴作りの特有なところだと思うんですけど、ちゃんとそこの技術に合わせてリゲッタって開発してるんで、履いた人が昔から履き慣れてる靴履いてるみたいとか、靴ずれしにくいって言われるのは多分そういうところにあるんかなと。メーカーとして成長する中、次に目指したのが海外。初の海外での展示会を手伝ったのが当時貿易会社を経営していた日吉さんでした。話させてもらった時もすごい考えてることも共感できたし、商品も面白いなって思いましたし、その時からやっぱ世界に広めたいなっていう思いは芽生えたというか。社長の思いと靴に惚れ込んで2013年リゲッタに入社。海外担当として世界を飛び回り、13年間で13の国と地域に販売網を広げました。次々と海外進出を成功させてきた日吉さん。ただ今回のインド進出は中小メーカーにとって難しい3つの壁があります。右左あんのかな、ちゃんと。一足およそ200円からという格安サンダル。そしてこちらは安売りのぬいぐるみ。インドは安さ優先の消費者が多く、品質の良さに目を向けてもらうことに難しさがあります。2つ目の壁が日本のおよそ9倍という広い国土。それぞれの地域でファッションのセンスが違う上、地域ごとに小売店のチェーンもバラバラなため、日本のように商品を全国展開するのは至難の業です。最後の壁がモディ首相の掲げるメイクインインディア政策。日本を含む海外で作った商品をインドに持ち込んで売ることに厳しい規制を設けたのです。実際、日本政府の調査でも日系企業のインド進出の数はここ数年横ばい。3つの壁による進出の難しさが現れています。この日、日吉さんはデリー近郊のある場所へ。壁を乗り越えるための秘策を持っていました。向かった先はインドのシリコンバレーと呼ばれる都市グルガオン。マイクロソフトやグーグルなど世界のテック企業もここに拠点を構えています。日吉さんはある人物に会うためこの町へ。夜まで待ってなんとかウェブ会議にこぎつけることができました。
Sure. Retail model. 会議の相手はアマゾンインディアの日本商材の責任者。日吉さんは EC 電子商取引をメインの売り場にすることで費用を抑えつつインド全域に商品展開できると考えました。またインドでは EC が急成長中でアマゾンも商品のラインナップを増やそうと力を入れています。人気も品質も高い日本製品を集めた特集ページを作りリゲッタの製品を載せてもらえることになりました。So I think good direction. Good direction. Good direction. I wasn't actually familiar about the cocoa boom. Yes. 僕らねこの中小企業で大手とは違うお金がかけられへん分そういった戦略で進めれるっていうことはなんか今回アマゾンの方とお話ししても確信はできたかなっていうふうに思いますし、さらにリゲッタ品質を実現できる現地工場の開拓にも成功。インドでの地産地消を求める規制に対し道筋をつけることができました。日本国内で見てもやっぱり市場はねこれから小さくなっていく中でどっかでね新しい市場を取っていかなあかん。今の市場にすがりついてても多分これから大きくなることもないんでないところで探していくっていうのが僕のほんまに役割というか使命かなっていうふうに思ってます。希望と課題が入り混じる混沌の国インド。日の丸メーカーの挑戦の行方は果たして。